皆さんこんにちは、ゆいです。あきらさん、最近何か面白いテレビ番組とか見ましたか？こんにちは、あきらです。そうですね。最近はちょっと昔の恋愛ドラマをインターネットで見ています。恋愛ドラマですか。いいですね。私も恋愛リアリティショーをよく見るんですけど、いつも気になってしまうシーンがあるんです。気になってしまうシーン、それはどんな場面ですか？告白のところとか？告白もドキドキしますけど、私がつい見てしまうのは、二人がレストランで食事をした後のお会計のシーンなんですよ。お会計ですか。なるほど。男性が払うのか、女性が払うのか、それとも割り勘にするのかというところですね。そうなんです。ということで、今日のテーマはこれです。日本での初デート、お金はどっちが払うです。うわぁ、これはまた永遠のテーマですね。昔からずーっと議論されているとっても難しい問題です。あきらさん少し顔が真剣になりましたね。でも本当にネットや SNS でも定期的に大きな話題になりますよね。そうですね。時代によっても変わりますし、人によって全く考え方が違うテーマなので、今日はじっくり話してみたいですね。まずは私たちの個人的なスタンスから聞いてみましょうか。あきらさんは初デートの時はどうすることが多いですか？僕ですか？僕は特に20代の若い頃は、初デートは絶対に自分が全部払うと思っていましたし、実際そうしていました。え、全部ですか？それはすごいですね。きっちり割り勘にするよりも男性が払うのが当たり前だと思っていたんですか？当たり前というか、そうしないと嫌われてしまうんじゃないかという不安があったんです。ゆいさんはどうですか？払ってもらいたいタイプでしたか？私は実は割り勘の方が好きなんです。もちろんご馳走してもらうのは嬉しいですけど、初デートから全部払われると少し申し訳ない気持ちになります。申し訳ない気持ちですか？それは相手に借りを作ってしまうような感覚になるからですか？そうですね。まだお互いのことをよく知らないのに、高いディナーとかをご馳走になると、次もデートしなきゃいけないのかなって変なプレッシャーを感じちゃうんですよ。なるほど。男性は好意を伝えるために払っているつもりでも、女性にとってはそれが負担になることもあるんですね。そうなんです。だからこそこの問題はすれ違いが起きやすいんだと思います。あきらさんが全部払うと思っていた理由、もう少し詳しく聞かせてください。わかりました。では、少し恥ずかしいですが、日本の男性が感じているプレッシャーについてお話ししますね。わかりました。日本の社会には昔からデート代は男性が払うものという強いイメージがあります。特に僕たちの親の世代はそうでした。確かにバブル時代とかは特にそうだったと聞きます。男性が高級レストランを予約して全部おごるのがかっこいいみたいな。ええ、今はそこまで極端ではないですが、それでもやっぱり好きな女性の前ではかっこつけたいという気持ちが男性にはどうしてもあるんです。かっこつけたいですか？日本語で言う見栄を張るというやつですね。まさにそれです。見栄を張りたいんです。ここでお金をけつったら頼りない男だと思われてしまうんじゃないかと怖くなるんですよ。男性も大変ですね。でも学生だったり若い会社員だったりすると毎回全部払うのはお財布が厳しくないですか？厳しいですよ。本当はギリギリの生活をしているのに、デートの日だけはお金持ちのふりをしてしまうんです。お金持ちのふり、それはちょっと可愛らしいですね。でも無理しているのがバレたら逆に恥ずかしくないですか？バレないように必死なんですよ。デートの前日は銀行の ATM に行ってちゃんとお財布にお金を入れるところから戦いが始まっています。デートの前からもう準備が始まっているんですね。
なんだか男性の努力を知って少し感動しました。実は昔、初デートで少し高めのイタリアンレストランに行ったことがあるんです。雰囲気も良くて料理も美味しかったんですが、美味しかったんですが、もしかしてお会計の時に何かトラブルがあったんですか？ええ、メニューの値段をあまり気にせずにいろいろ頼んでしまって、最後にレシートを見たら、想像の 1.5 倍くらい高かったんです。うわー、それは焦りますね。心臓がドキッとする習慣ですね。本当に冷や汗が出ました。でも相手の女性の前で、うわ、高いなんて言えませんから、涼しい顔をしてクレジットカードを出しました。涼しい顔をして。心の中ではパニックだったのに、その後デートはどうなったんですか？そのデートは無事に終わったんですが、次の給料日までの2週間は毎日カップラーメンを食べて生活しましたよ。それは悲しい結末ですね。でもそこまでして女性をご馳走したいという気持ちはやっぱり嬉しいものです。そう言ってもらえると救われます。でも女性側にもお金を払う時の特有の悩みや演技があると聞いたことがあるんですが、本当ですか？ああ、演技のことですね。はい、女性にもお会計の瞬間のすごく複雑な心理戦があるんですよ。私の経験をお話ししますね。あきらさん、財布を出す素振りって聞いたことありますか？財布を出す素振り。つまり、本当は払う気がないのに、払うふりだけして財布をカバンから出すということですか？はい。でもね、女性の立場から言わせてもらうと、あれは決して払うふりだけをして売るわけじゃないんです。本当に払う気はあるんですよ。そうなんですか？僕たち男性はあれを見ると、どうせ男が払うのを待ってるんでしょと少し意地悪な見方をしてしまうこともあります。違います、違います。女性はご馳走してもらうのが当たり前だと思っている嫌な女に見られたくないんです。なるほど。礼儀として自分も半分払う意思があることをちゃんと行動で示したいわけですね。その通りです。でももしそこで本気でお金を出してしまったら、今度は俺がおごるって言ってるのに、と男性のプライドを傷つけてしまうかもしれないじゃないですか。それはすごくわかります。男性がかっこつけて、ここは僕が出すよと言っているのに、強引にお金を渡されると少しメンツが潰れますからね。そうなんです。だから、相手のプライドを守りつつ、自分の礼儀正しさもアピールするために、ゆっくり財布を出して、いくらですかと聞くという絶妙なバランスの演技が必要なんです。うわぁ、女性もそんなに気を使っていたんですね。全然知りませんでした。レジの前でそんな高度な心理戦が行われていたとは。でも、これがうまくいかない時もあるんですよ。私が昔、素振りではなく、本当に自分の分を払いたくて、割り勘にしましょうと提案した時のことです。ゆいさんから本気で割り勘を提案したんですね。その時、相手の男性はどんな反応をしたんですか？私が千円札を何枚か出したら、彼は明らかにがっかりした顔をしたんです。僕、そんなに頼りなく見えたかなって言われてしまって。ああ、それは男性の気持ちも少しわかります。ここはご馳走させて欲しかったという残念な気持ちですね。私はただ、彼にお金を使わせるのが申し訳なかっただけなんですけどね。でも別の男性の時は割り勘を提案したら、ありがとう助かるよってすごく嬉しそうにしていました。人によって全然反応が違うんですね。それは女性からすると相手がどっちのタイプか見分けるのはすごく難しいですね。本当に難しいんです。だからお会計の瞬間は相手の表情や空気を必死に読んで、今日は払うべきかご馳走になるべきかを瞬時に判断しています。初デートはただでさえ緊張するのに、最後のお会計でそんなに頭を使っているとは思いませんでした。
デートは体力も神経も使いますよ。だから最近は割り勘ではなくて、もう少しいい解決策も増えてきている気がします。いい解決策ですか？きっちり半分にする割り勘以外にどんな方法があるんでしょうか？一つは男性が少し多めに払うというスタイルです。あきらさんもこういう払い方をしたことはありませんか？ああ、あります。合計が1万円だったとして、僕が7000円を出して、女性に3000円だけ出してもらうというようなパターンですね。そうです。それだと男性は多く払ったというプライドが保てるし、女性も少し払ったということで罪悪感が減るんです。確かに、それは両方にとって平和な解決策かもしれません。全部ご馳走するよりは男性の財布にも優しいですし。私もこの多めに出してもらうというパターンが一番気楽でいいなと思うことが多いです。3000円でいいよって言われるとスマートでかっこいいなって思います。なるほど。全部払うだけがかっこいいわけじゃないんですね。でも、きっちり1円単位まで割り勘にするのはどうですか？初デートで1円単位まで電卓で計算されると少し冷めてしまうかもしれないです。友達なら全然いいんですけどね。わかります。ゆいさんはジュースを2杯飲んだから、僕より300円多く払ってね、なんて言われたらちょっと嫌ですよね。そんなこと言われたらもう二度とデートしないかもしれません。やはりある程度の余裕は見せてほしいです。なるほど。割り勘にするにしても細かい計算をしないというのが大切なんですね。そういえば最近は若い人たちの間でこのお会計のトラブルが減っているらしいですよ。へえ、どうしてですか？若い世代の方がお金の価値観が平等になってきたからですか？それもあると思いますが、一番の理由はキャッシュレス決済が普及したからなんです。ペイペイや LINEPay ですね。ああ、なるほど。スマホのアプリを使えば友達同士でお金を簡単に送金できますからね。そうなんです。お店のレジの前で払うよ。いや、私が払うという気まずいやりとりをしなくて済むんですよ。とりあえず代表者がクレジットカードで全部払ってしまって、お店を出た後にスマホで自分の分を送金するわけですね。はい。これならスマートだし、1円単位で送金しても全然嫌な感じがしないんです。すごく便利になりましたよね。確かに。テクノロジーが日本人の複雑なデートの悩みを解決してくれているんですね。それは面白い視点です。でもね、いくら支払い方法がスマートになっても、絶対に忘れてはいけない魔法の言葉があるんです。あきらさんもわかりますよね。魔法の言葉ですか。もちろんわかりますよ。もしごちそうになったなら絶対に言わなければいけないあの言葉ですね。そうです。ごちそうさまでしたです。これ本当に大切ですよね。本当に大切です。男性は女性が嬉しそうにごちそうさまでした、美味しかったねと言ってくれるだけで払ったお金の痛みなんて吹き飛びますから。男性って意外と単純ですね。でも女性側もこの感謝の伝え方には気をつけているんですよ。気をつけている？普通に言うだけじゃダメなんですか？私の場合はお店を出た直後に1回行って、帰り際にもう1回、そして家に帰ってから LINE でもう一度お礼を言います。合計3回も言うんですね。それはとても丁寧です。でもそこまでしてくれると男性としてはご馳走してよかったなぁと心から思いますね。もし何も言わなかったり、当然みたいな態度を取ったりしたら、あきらさんはどう思いますか？それはもう一気に冷めてしまいますね。この人とは2回目のデートはないなぁと心の中で決めてしまうかもしれません。やっぱりそうですよね。お金を払う、払わないよりも、最終的には感謝の気持ちをどう表現するかが、お互いの関係には一番大事なんだと思います。同感です。
お金の問題を通して相手の性格や思いやりが見えてくるんですよね。初デートは本当に奥が深いです。それからもう一つ、日本の初デートによくある暗黙のルールがあるんですが、わかりますか？暗黙のルールですか。何でしょうか。食事の後は早く帰るとかですか？それも大事ですけど、お金に関することです。もし男性がディナーを全額ご馳走してくれたら、女性が、じゃあ次は私がコーヒーをご馳走するね、と提案するルールです。カフェ代は女性が払うというやつですね。確かにそれはよくあります。男性としてもすごく助かるし、嬉しい提案です。そうですよね。ディナー代は高くても、その後のカフェのコーヒー代なら1000円か2000円くらいなので、女性も無理なく払えますから。それに、次は私がと言ってくれるということは、またあなたと会いたいとか、もう少し一緒にいたいというサインにもなりますよね。鋭いですね、アキラさん。まさにその通りです。だからカフェ代を払うのは、女性からの可愛いアピールでもなるんです。なるほど。ただお金を払っているだけじゃなくて、そこでコミュニケーションが生まれているんですね。日本のデート文化も捨てたもんじゃないですね。そうですね。こうやって話してみると、誰が払うかというルールよりも、その後のフォローの方がずっと大切みたいです。本当にそう思います。では今日の会話を踏まえて、初デートの正解について最後にまとめてみましょうか。はい。アキラさんはもし今週末、初めての女性とデートに行くとしたら、お会計はどうしますか？そうですね。昔みたいに絶対に俺が全部払うと無理にカッコつけるのはやめると思います。でも少し多めには出したいですね。大人の余裕ですね。もし相手の女性が、私も払いますと強く言ってきたらどうしますか？その時は相手の気持ちを尊重して素直に割り勘にするか、先ほどゆいさんが言ったように、じゃあ次のカフェはお願いねと言うと思います。素晴らしい。それが一番スマートで誰も傷つかない完璧な対応だと思います。ゆいさんはどうですか？初デートの時の自分なりのルールはありますか？私は相手が年上なら少し甘えてご馳走になります。でも同い年や年下なら最初から割り勘にしようねって明るく提案するかもしれません。明るく提案するというのはいいですね。重苦しい空気にならずに済みます。ええ。変に気を使って探り合うよりも素直にコミュニケーションを取るのが一番失敗しない方法だと思います。間違いないですね。結局のところ、誰が払うかに絶対の正解はなくて、二人が心地よく過ごせるかどうかなんですよね。本当にその通りです。お財布の厚さよりも相手を思いやる気持ちの厚さが大切ということですね。うまいこと言いますね、ゆりさん。でも本当に日本でデートをする機会がある外国人の皆さんにもあまりプレッシャーを感じすぎないでほしいですね。はい。日本人だからといって全員が男が払うべきと思っているわけではありませんから、リラックスして相手との時間を楽しんでほしいです。万が一お会計で気まずくなったら、今日のゆいさんの財布を出す素振りのエピソードを思い出して笑ってください。私の秘密の演技をばらさないでくださいよ。でも少しでも参考になれば嬉しいです。そしてごちそうになった時は笑顔でごちそうさまでしたということも忘れないようにしましょう。完璧なまとめですね。今日は恋愛やお金に関する日常的で自然な日本語がたくさん出てきました。見栄を張る、割り勘、おごるなど、教科書にはあまり出てこないけれど、生活の中ですごくよく使う言葉ばかりです。ぜひ何度も聞いて実際の会話で使えるようになってくださいね。では、そろそろお別れの時間ですね。今日は
日本での初デート、お金はどっちが払うをテーマに、男女それぞれの本音や日本の文化についてお話ししました。皆さんの国では初デートのお会計はどうしていますか？男性が払うのが普通ですか？それとも最初から割り勘ですか？国や文化によって全然違うと思うので、ぜひコメント欄で皆さんの国のデート事情を教えてください。読むのを楽しみにしています。そして今日私たちが話した会話のスクリプトはすべて文字で読むことができます。そうなんです。今回のポッドキャストのスクリプトは、一番上に固定されているコメントにリンクがありますので、そこからゲットしてくださいね。音声を通勤時間などに聞き流しながら、わからない言葉があったらスクリプトで確認するとリスニング力がぐんとアップしますよ。今日の動画が役に立った、面白かったという方は、ぜひいいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。皆さんの応援が私たちの次のポッドキャストを作るエネルギーになります。いつもありがとうございます。それでは今日はこの辺で、また次回のポッドキャストでお会いしましょう。ありがとうございました。またね。